皆さん、明けましておめでとうございます。2024年も始まりました。今年も一年どうぞよろしくお願いします。この番組は、アキラのスピリチュアルトークのお時間でございます。さあ、今日はですね、超重要、この能力をつけるだけで嫌な相手が勝手に消えていくという、そんなことをですね、今日はお話ししていきたいと思います。自分のね、この人生の中には本当に嫌だなと思う人がいる。でも、なんか知らないけど、そういう人と縁が切れない。なんでか知らないけど、私に寄ってくるっていう人いらっしゃると思うんですが、そういう人をですね、自然と消えていってもらう。そんな方法がわかりますので、皆さん聞いていただきたいなと思います。さあ、このチャンネルではですね、いつもはスピリチュアルをもっともっと理解して自分の直感力を高めていって、そしてですね、自分のミラクルがですね、人生に起こる、そんな引き寄せのコツを皆さんにお話ししているので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、本当にね、先ほどお話ししたみたいに、世の中には嫌いなのにどんどん近くに来る、またはなんで切れないのっていう人っていると思うんですよね。もちろんそれっていうのは職場っていうのもあります。職場だと本当に毎日だったりするから辛かったりしますし、プライベートであっても、プライベートなんて楽しくいたいなと思うのにですね、この人は嫌なのと思う人に限ってガーンなんかペア組まされたとかっていうことってあると思うんですよね。例えばですね、上司だとしたら、そういう風にね、この人嫌いだからもう無視してやれ。口聞かないっていう風にはいかないじゃないですか、仕事柄。やっぱり呼ばれたら行かないといけないですしね、仕事の話もしないといけない。そういう風になってくるとですね、どんどんね、この年明けでまた仕事も始まりますが、やっぱり職場に行くの嫌だなーってすごく思い出してストレスになってしまったり、ね、心が病んでしまう人もいらっしゃると思うんです。はい。そういうことがなってしまうとですね、なかなか後戻りするっていうのが大変になるので、できるだけ早いうちにですね、こういうなんか嫌いだなと思う人は自分のこの意識の中から消えていってくれると嬉しいと思いませんか？はい。ただこういう時にですね、やっぱりスピリチュアル的に見てやればいいなっていう方法があるわけです。コツがありますので今日はそれをご紹介したいと思うんですが、この能力を本当につけているとですね、自然と嫌なものがなんとなく離れていっちゃうんですよ、本当に。もうなんか、そこにはいるんだけども、なんか関わらなくもなってくるし、相手もちゃんと、あなたのことはいりませんっていうのがちゃんと伝わるということなんですね。はい。ということで、今日は超重要、この能力をつけるだけで、嫌な相手が勝手に消えていくということで、3つのステップをご紹介したいわけなんですが、特に3番目っていうのが大切でですね、ここの能力をつけるだけでですね、本当に信じられないぐらい嫌な人が消えていくような感じになりますので、ぜひやってみていただきたいと思います。まず一つ目。一つ目はですね、決意するっていうことですね。これ自分の中でですね、この人はもういらない。私の中ではもういりませんっていう風に、はっきり決めちゃうということです。いや、友達だからとか上司だからとか、もうそういうことが関係ないということですね。あなたにとっているかいらないかということです。ここを決意しておくことが大切なんです。いや、でも上司だからとか、いや、でも友達だから仲良くしとかないととかってさ、そういう風になっちゃうと、ずるずると、いらない影響を与え続けてしまうということなんですね。はい。ですから、この決意をする。ね、この人は私にはいりませんと、まず決意することがとても大切なわけでございます。そして二つ目ですね、この決意をしたら今度やらないといけないのは、その意識の上でいいんですが、ね、本当にもう口聞かないで、あんたこっちからここ先来ないでとか、そういうのではなくって、意識の中でもこの人とはここまでっていう線引き、結界をあるっていうことですね。例えばさ、じゃあどうやってやるのっていうことなんですけども、友達の場合、グループで一緒で仲いいんだけど、もう無理ですっていう人って言いますよね。で、そういう時はどうするかっていうと、みんなといる時はいいわけですよ。ね、みんなといたら一緒にいるっていうのもいいわけです。ただその中でですね、もう私はここまでです。これ以上のプライベートの自分の残りはもちろん入れたくないし、入ってくる必要もありませんっていう風に、はっきり結界、線引きをするってことですね。そしたら、みんなといる時は別に
ね、その人と話す必要ないんだから、まあね、こう、他の人と話してたらいいし、で、まさかその人ですね、家に呼ぶとか、その人だけをとかね、または、こう夜電話して、長電話して、その人と仲良く喋るとか、そういうことをやりがちな人もいらっしゃいますが、そういうことを絶対やらないということです。そういう中途半端なことをしないということですね。もうここまでって決めたらそこに徹底するっていうことです。こういう結界張るということがとても大切になってくるということですね。そして3つ目。3つ目のこれが大切なんです。これができるようになると本当にね、嫌だなとか思う人、いらないなと思う人がどんどん消えていくんです。自分の必要なところから。はい。というのでやっていただきたいんですが、これが無関心になるっていうことですね。これすごく大切な能力になってくるわけなんですけども、結局、嫌だと思ってるうちに、その人のことをずっと考えてたり、意識が向いてたりするっていうことはやっぱり多いわけなんです。そうすると、嫌だって言ってるのになんで2人がペアになるのとかっていうことってある。それがそういう風になってるっていうことですね。で、この無関心っていうのは結局愛のエネルギーをもう送らないっていうことですよ。必要ないので。で、そうすると、この愛がなくなってくると、僕たちをつなぐものがなくなってくるので、知らない間に離れていったり、消えていったりするっていうことが起こるっていうことなんですね。この無関心っていうのは、どういうことかっていうと、結局、感情を持たないっていうことなんです。ね、もちろんなんかさっき言ったみたいにさ、仲いい友達の中に一人いたらさ、その人だけ、こう、無視するとか見ないとかっていうこともできないじゃないですか。でももうそこに感情を持たない。もう無関心になるっていうことですね。そうすると、例えばなんか振られたりなんか喋られて、あ、そうだね。で、これでいいわけです。ね。それ以上なんか、いや、そうだよね。とか、なんとかどうのとかって言う必要もないし、そうだね。そうだったんだっていうような感じで、無関心で終わらせればいいということなんですね。はい。そういうふうにすると、やっぱり自分のこの愛情のない感じとか、自分のその気持ちがですね、伝わってですね、相手もあれみたいな感じになって、どんどんこう、必要なものが離れていっちゃうっていうことですね。はい。ですから、こういうふうに無関心になる、感情を出さない。そういうふうにするとですね、結構この人間のつながりって自然と離れていくものなんです。これってね、多分ね、人間っていうのはやっぱり愛を欲しいわけですよ。その愛がもらえないってなると、やっぱりどんどん離れていくっていうことにつながっていくっていうことなんですね。はい。ですからこの無関心になるっていうことをちゃんと無感情になるっていうのかな。そういう風になれるとですね、必要な嫌な思いしなくても向こうから離れていってくれるということになりますので、ぜひこれを、試してみていただきたいと思います。こういう風にですね、やっぱり嫌な人っていうのは特に意識を向けない方がいいわけです。ね、職場で、切れないとかそういう人もいます。ね、だから別に口聞くなとか会うなとか見るなとかそういうわけじゃないんです。それをしてでもですね、意識の上でもう終わってます。切れてます。はい。私、無関心です。あなたにとってっていうことでですね、どんどんそのエネルギーが変わってくるものなんですね。はい。これから、年が超えてですね、新しい、人とか、新しいプロジェクトでいろんな人と関わっていったりすることもあるかもしれませんが、ぜひ自分の家だなと思う人はこういう感じで対処していただきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そして今日の番組面白いなと思ったらですね、ぜひ、コメント欄にミラクルラブって書いていただき、甘えたなと思ったら、そーっといいねボタンを押しといてください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。